今回創業したのが、創薬ベンチャーになるんですけれども、やはりその創薬となりますと、メインのプレイヤーは製薬会社さんが、メインのプレイヤーになると思うんですけれども、やはりその製薬会社だけでは、作れないような薬というのは、アカデミアの、基礎研究に眠っているんですけれども、このアカデミアの基礎研究をやはりその製薬会社さんに、橋渡しをするという部分に、私、博士課程の在学中に、課題感を持っておりまして、そこの基礎研究から製薬会社さんへの、いわゆる知見の橋渡しというところをベンチャーが担う必要があるんじゃないかと考えまして、ベンチャーを設立するきっかけとなりました。我々の理念としては、これまで薬にならなかったものを薬にして、我々の技術で薬にして患者さんに届けるということを理念としておりまして、具体的な事業内容につきましては、タンパク質と呼ばれるものに注目いたしまして、世の中に10万種類のタンパク質がある中で、患者さんに使われているものがたったの200種類であるというところに課題であると我々考えておりまして、残りの9万種類以上のタンパク質に関して我々の技術でもってして患者さんに投与できるような形、具体的には毒性を下げる形で患者さんにお届けしたいなと、そういった事業展開を進めていきたいと考えております。やはり我々が最も取り組みたいものといたしましては、これまで無視されたといいますか、非常にそのナノ粒子に入れることが難しかったタンパク質、これが一番のコア技術であると考えておりまして、例えばがんですとか、自己免疫性の疾患ですとか、また抗体も内包できることをこれまで確認しておりますので、例えば脳の疾患ですとか、アルツハイマー病ですとか、そういったところにも取り組めるんじゃないかと考えております。気になるところですよね。やっぱりタンパク質をナノ粒子化する一番難しいところが、まず1つ目がサイズが大きいというところが問題点になるんですけれども、確かにサイズの大きさで考えますと、他社さんがやられているメッセンジャー RNA の、今回のコロナワクチンでも脚光を浴びてるんですけれども、それも巨大分子であることには変わりがないんですけれども、もう一つのポイントとしては、電気的な性質が異なるというところが重要でして、メッセンジャー RNA ですともう全部マイナスの電気と、マイナスの電気になっていれば、じゃあプラスの電気を入れればこういったナノ粒子が作れるよねというのは容易に想像がつくんですけれども、じゃあタンパク質はどうなっているかと言いますと、マイナスの部分もあってプラスもあって、水に馴染む部分、水に馴染まない部分、非常に構造が複雑化されているといいますか、タンパク質1個の中にいろんな性質が入り乱れておりますので、じゃあ何を加えればいいかっていうのは容易に想像つかないんですけれども、例えばプラスの部分とくっつくところ、マイナスのところとくっつくところ、あとは水に馴染むところと馴染むところ、じゃあ油に馴染むところと、じゃあそこと馴染む部分といった形で作り込みが非常に難しいというところがタンパク質をナノ粒子化する上でこれまで課題感があったのかなというふうに推測しています。はい、我々の事業内容としては、タンパク質に注目して、それをナノ粒子化すると、それによって毒性を下げて、安全性を高めると、そういった形でこれまで使用できなかった薬を人に持っていきたいなという理念があるんですけれども、やはり様々な患者さんを想定しておりまして、もちろん正常のがん患者さんもしかりなんですけれども、特に妊婦さんの中で例えばがんをお持ちの方ですとか、あとは高血圧に罹患されている方、そういった方々を中心に、我々のナノ粒子技術の強みを生かして、例えばお母さんの疾患だけを治療するんですけれども、お母さんの胎盤を透過しないような形で薬のサイズを大きくすることで、赤ちゃんには到達しないと。赤ちゃんに到達しないようにできますので、赤ちゃんに対する安全性が非常に高まると、そういった強みを生かしまして、いわゆる通常のがん患者さんだけではなくて、妊婦さんの中でもがんにかかっている方、高血圧にかかっている方、そういった方々の命も救いたいなと考えております。や
はり最終的な目標としては、患者さんに薬を届けるというのが、究極の目標になるんですけれども、やはり、直近の目標としては、まずは人に入る前に、さまざまな動物、大小さまざまな動物における安全性、または有効性の部分というものを検証していくというところが目標になるんですけれども、具体的にはやはり一番世界中で課題感を持たれておりますがんの領域に我々取り組んでいきたいと考えておりまして、そういった大小さまざまな動物におきましても、まずはがんに対する有効性、また治療中における安全性というところをまず第一に掲げて取り組んでいきたいなと考えているんですけれども、特に大きな動物における安全性というのは、先ほどの橋渡しに関連するんですけれども、製薬会社さんが非常に注目しているポイントになりますので、そういった大きな動物に対する安全性が確保できた段階で、製薬会社さんとのディスカッションというものを進めていくことで、人への治験というところに取り組んでいきたいなと考えております。では、私、現在29歳になりまして、博士課程が終了してから3年目の若者になるんですけれども、やはり若者の力で、今はまだまだ小さな会社なんですけれども、これを上場企業に大きくすることによって、やはりこの若者の力で、まずは日本国内を変えていきたいなという気持ちがありますし、やはり創薬という観点ですと、アメリカですとかヨーロッパ、また中国の大手製薬会社さんとの共同が必要になってくると思いますので、アメリカですとか、特に中国の部分としっかりと共同を行うことによって、日本だけではなくて世界を変えていけるようなそういった会社にしていきたいなというふうに考えております。